私の名前はちぐさ、29歳です。自動車部品の製造工場で事務の仕事をしています。夫の幸男とは結婚して今年で3年目。大学時代の友人の紹介で知り合って、交際1年で入籍しました。その友人と幸男が勤めているのが、医療用機器の卸売企業。聞けば、売り上げは現在低迷中なのだとか。共働きでフルタイムの仕事を毎日頑張って、ようやく暮らせているといった状況の私たちです。子供はまだかと尋ねられることがあります。お盆や正月、互いの実家に帰省したりすると特に。まだ若いし、自然にできるのを待っているところ。今は急ぐつもりはないの。と答えるのが常です。ただ実際は経済的な不安がとても大きいから、うかつに子供なんか作ったりできないというのが本音。たとえ子供を持てたとしても、その子を立派に育てた後、私たちの老後の生活はどうなるやら。せめて私か幸男が、あともう少し高級鳥ならな、なんて考えずにはいられない今日この頃です。結婚後、家族が増えることを考えて、私たちは平均より少し高めのマンションに引っ越しました。けれど、今はそれがあだになっているところ。かといって、他の場所に引っ越したくはありません。何か在宅でできる簡単な副業でも始めてみようかな。そんなことも考えますが、実行には移せていません。副業関連のウェブサイトをぼんやり眺めるだけで、結局何もしないまま、そんな毎日を過ごしています。マイペースな幸男もそろそろ危機感が出てきたのか、積極的にお金や将来の話をすることが増えました。ちぐさ、確か広い土地を相続しただろう。あの土地を活用して何か副業を始められないかな。まだ正式に相続したわけじゃないからダメよ。それに法律で建物は建てられないらしいし。けどそのうちお前のものになるんだろう。何かしら活用法はあると思うんだけどな。だって宝の持ち腐れじゃないか。そうつまらなそうにつぶやいた幸男の横顔を私は今でもよく覚えています。この時私は全く想像もしていませんでした。後に幸男があんなとんでもないことをするなんて。ある時期を境に私の目に映る幸男の様子は少しずつ変わっていきました。はじめは内面からでした。妙に明るくなったような、余裕が生まれたような、何とも言えない不思議な印象を感じ始めたのです。それまで毎日のように口にしていた会社の愚痴や、お金がないといった不満も吐かなくなりました。もちろんいいことです。最初は私も喜びました。男の愚痴ほど耳障りなものはありませんから。ただ、私は少しずつ不安になってきたのです。何かよからぬことを始めたのではないか、と。よからぬことの具体的な内容はわかりません。証拠もありませんし、私の勘でしかありません。何かいいことがあったのかと尋ねても、幸男は適当な言葉を並べていい加減にはぐらかすだけ。そんなところが何とも不気味で怪しくて、私の中の警戒心は日に日に大きくなっていきました。そうしているうちに、私はなんだか自分が幸男から避けられているような嫌な感じがしてきました。買い物に行こうと誘っても断られることが増えました。荷物持ちを頼みたいの、と頭を下げてもダメです。用事があるんだ。午後から出かける。出社しないと。幸男はあれこれ理由をつけて私の誘いを拒むのです。そんな毎日が続いていたある日、私は幸男が風呂場にスマホを持ち込んでいるのに気づきました。休日出勤することや、突然決まった数日間の出張で家を空けることも多くなりました。幸男は冷めたもので、マンションに一人残される私の寂しさを思いやってもくれません。幸男は浮気をしているかもしれない。私がそんな想像をするのも
仕方なかったと言えるでしょう。おしゃれになんか興味がなかった幸男が気がつけば流行りの服を着ている。そんなことが増えました。前よりも髪型を気にしたり、ちゃんと髭を剃ったり、身だしなみにも気を配るようになった様子でした。夫の身に起きた変化だけを見れば歓迎すべきことです。問題は、そんな変化がどうして起きたのかということ。幸男はブランド物の時計を身につけたり、高級な食材をお取り寄せしたりするようにもなりました。お酒にこだわったり、靴をコレクションし始めたり、前よりも明らかに金回りが良くなって見えました。ただ、それでいて収入が増えた様子はないのです。口座に振り込まれる毎月の給与には一切変化なし。幸男と同じ職場に勤める例の友人に確かめてみても、賞与が出たなどの特別な話はありませんでした。私はいよいよ怪しく感じるようになりました。幸男の羽振りが良くなったのはどうしてなの？ギャンブルで当たった。どこからかお金を借りた。私の悪い想像はまたどんどん膨らんでいきました。それとなく聞いてみてもはぐらかされるだけなので、あれこれ推測してみるしか方法がないのです。もちろん本人にズバッと聞いたこともありました。最近お金持ちに見えるけれど、なぜ？と。すると、小遣いをうまくやりくりしてるだけだよ。妙な勘繰りはよせ。いいから放っておいてくれ。そう言って嫌がられるだけに終わりました。逆に私は確信しました。これはやましいことをしているぞ、と。それからも折に触れて観察していたのですが、幸男は慎重で、なかなか尻尾を出してくれませんでした。何か尋ねると、すごく嫌がって、私と距離を取ります。めちゃくちゃ怪しい。怪しいけど、理由がわからない。私の不安と孤独感は募る一方。当然、私は幸男との将来にも疑問を持ち始めました。そんなもやもやした時期のことでした。例の友人から、幸男の疑わしい行動を見たという連絡がありました。平日の日中だったので、仕事をしていただけなのかもしれないけれど、そう前置きして友人は続けました。幸男が連れていたのは、スーツ姿の若い女性。少なくとも会社の同僚ではなかったとのことでした。並んで歩く様子がなんとも親しげだったので、強く印象に残ったのだと友人は教えてくれました。これを聞いて、私は今まで抱えていた数々の疑問に対する答えを見つけたような気分になりました。やっぱり浮気だ。本当に浮気なんだ。あの幸男が。信じられないけれど、そうなんだ。すぐにも確証を得たい。けれど、感情に任せて本人に聞いたりしたら、またはぐらかされるだけ。友人にそれとなく聞いてもらう？いや、それもダメ。誰が浮気の事実を会社の同僚に素直に話すでしょう。あれこれ悩んだ末、私は更新所に幸男の身辺調査を依頼することにしたのでした。検索の上位に出てきた更新所の優秀なスタッフは、ものの2週間で数多くの証拠を押さえてくれました。幸男と浮気相手が仲良く手をつないでいる写真、2人が寄り添って街中を歩く様子、カフェでの会話の録音、由美子というらしい浮気相手に幸男はブランド物のバッグをプレゼントするよと約束していました。結婚してからこちら、誕生日のプレゼントなんて私には一切くれなかったくせに、なんて男なの？更新所のスタッフさんが提出してきた資料によると、相手の女、由美子はコンサルタント会社の平社員。なんでも土地の利用に関するアドバイスをする会社で、業界でもかなり名を知られているとのことでした。まさか、と思った私の直感は当たりました。浮気現場を押さえた写真の一枚を見て、私は呆然。そこには私が相続する予定の土地を前にして何か相談する様子の幸男と由美子が写っていました。証拠はこれで十分。
あとはこの怒りと憎しみを不届きで不埒な二人に正面からぶつけるだけ。私は幸男との離婚を決意しました。写真を手に、裏切りの代償は高くつくぞ、と心で強く念じながら。私は弁護士事務所で詳しい事情を説明して、今回の問題に最も適した弁護士さんを味方につけました。離婚問題と土地問題、どちらに関しても多くの実績を持つ、とても頼りになる弁護士さんです。理由を伏せて、あるカフェに呼び出したところ、幸男は私たちに気づくなり、真っ青になりました。無理もありません。4人掛けのテーブルのうち、私の前の席には浮気相手の由美子がいるのですから。あなたと幸男の関係は知っている。黙ってこれから指示するカフェに来なさい。と命じておいたのです。もう逃げ場はないと観念しているのでしょう。由美子はさっきからずっとしょんぼりしています。一方、幸男は喋りっぱなしでした。これは違うんだ。誤解なんだ。彼女は悪くない。俺だって悪くない。ただそんなおしゃべりも、私が浮気の証拠をずらずらと並べることで終わりました。残ったのは沈黙だけ。離婚しましょう。文句はないわよね。二人には慰謝料を請求するから、どうぞそのつもりでいて。ああ、わかった。離婚してやるよ。いいさ。すればいいんだろ。慰謝料だって払ってやるよ。時期になったのか何なのか、幸男は自分の言葉に興奮した様子で、だんだん声を大きくしていきました。隣で由美子もあっけに取られています。ただし、と幸男は一層大きな声を出しました。財産分与はきちんとしてもらうぞ。慰謝料は例の土地を売った金で支払う。それでいいな。やっぱり、そう来ると思った。あの土地は、まだ私のものじゃないって言ったでしょ？え？あ、そうなんだっけ？なんてバカな人。自分のものでもない土地を勝手に使って、しかもそれを売ってお金にしようだなんて。例の土地の所有者や無断使用のペナルティについて、私は弁護士さんの助けを借りて、幸男に説明しました。あの土地はまだ私の祖父のものなの。勝手に使ったら不動産侵奪罪っていう犯罪になるのよ。由美子は目を丸くして驚いていました。おそらく幸男からは自分の土地だと聞いていたのでしょう。浮気相手まで騙していたなんてろくでもない男。さっさと離婚した方が自分のためになりそうです。確認したところ、幸男は私の祖父の土地に許可なく白線を引き、駐車場として運用していました。全部で20台の車を駐車できるようにして、月額12,000円でレンタルしていたのだとか。年払いに応じた契約者もいて、幸男はすでに総額で200万円を超える利益を得ていました。一刻も早く契約を解除して、白線は消してよね。そんな。でも俺、金はほとんど。使ったのね。だろうと思った。私は知らない。借金でも何でもして、自分で用意しなさいよ。私は用意しておいた離婚届を幸男に突きつけました。幸男はがっくりとうなだれ、由美子は泣いていました。後日、私は幸男と由美子に慰謝料を請求しました。総額400万円。幸男に300万。由美子に100万です。幸男に対しては、土地を勝手に駐車場化された件で、祖父の代わりに損害賠償金も請求しました。こちらは大した金額にはなりませんでしたが、祖父は、小遣いをありがとう、と喜んでいました。由美子は既婚者で、子供も2人いたそうですが、後に旦那とは離婚して、親権も失ってしまったとか。浮気の事実が会社にバレてしまって居づらくなり、間もなく自主退社したというので、なんとも哀れです。自主退社したのは幸男も同じでした。私への裏切りと犯罪行為が明るみに出て、社内で問題視されたのです。また幸男は
由美子の元旦那からも多額の慰謝料を請求されました。泣きっ面に蜂とはこのことです。夫婦の貯金はまだそれほど多くありませんでしたし、幸男個人の資産も放蕩三昧で使い果たしています。幸男は借金をするしかなくなり、残りの人生を棒に振ったも同然の状態に陥ったのでした。幸男が浮気した上に罪を犯したという事実は、瞬く間に親戚たちの間に広まっていきました。そのため、身内を頼ってお金を借りようにも、誰からも相手にしてもらえなかったようです。同じように、学生時代からの友達や地元の幼なじみ、元同僚からお金を借りることもできませんでした。幸男は信用をすっかり失い、親戚からも友達からも見放されて、寂しく生きていくしかなくなりました。最初のうち、幸男は絶頂の頃に買ったブランド品をネットで販売することで生活費を得ていたようです。ただ、そんなその日暮らしの生活がいつまでも続く道理はありません。売るものはすぐ底をつきました。その後は就職活動をするもなかなかうまくいかず、お先真っ暗な状態がしばらく続いたのだとか。私が幸男に土地の復元を急がせた時も、彼は私に金の無心をしてきました。もちろん断りました。やるべきこともやらないうちから金を稼だなんて、いくら言うだけならただであっても虫が良すぎます。私の監視のもと、幸男はラインパウダーで描いた白線を消し、張り巡らせたロープを回収していきました。のろのろと作業を続ける幸男の姿は、私の目には一気に10歳近くも老けたように見えたものです。浮気心に負けて妻を裏切り、何も知らずに罪を犯し、多額の借金を抱え、みんなから見放された31歳。まるで自業自得の見本のよう。同情の余地はない。私はその日、作業する幸男を放って帰りました。後日幸男は臆面もなく私に復縁を迫ってきました。もちろん私は拒否しました。冗談じゃありません。私はまだ29歳。幸男よりずっとまともで高級取りな男性と出会うチャンスがいくらでもあるのですから。何が悲しくて、一度は自分を裏切った相手とよりを戻さなければならないというのでしょう。数ヶ月後、私は友人から幸男が長距離トラックのドライバーになったという話を聞きました。駐車場を借りていた客に運送会社の経営者がいて、幸男の事情を知り雇ってくれたのです。ただ、賃金は安い上に長時間労働は当たり前。事故や荷物の破損を起こせば全額自腹という悪条件。幸男を拾ったのはブラック企業だったのです。後に彼は半泣き状態で私に助けを求めてきました。スケジュールはむちゃくちゃだし、拘束時間が長いし、理不尽なルールばっかりあるし、もう最悪なんだ。頼むよ。もう一度やり直そう。心を入れ替えて真面目に働くし、一生仕草だけに尽くすから。残念だけどあなたの言葉は一切信用できないの。交通事故を起こさないように、せいぜい頑張って。あ、待ってくれ、ちぐさ。ちぐさ。幸男の叫びを聞きながら、私は通話を切りました。着信拒否の設定をしたことは言うまでもありません。一つだけ幸男に感謝すべきことがあります。例の土地の有効な活用方法を示してくれたことです。私は祖父と相談して土地を正式に相続し、駐車場に変えて運用することにしました。駐車場化の費用には、幸男と由美子から受け取った慰謝料と損害賠償金の一部を充てる予定です。狙い通り、不労所得が得られるようになれば、生活は今よりもずっと楽になるに違いありません。ただ、私は極力、幸男のように毎日遊び歩いたり、無計画なお金の使い方をしたりはしないつもりです。浪費が人間をダメにしてしまうことは、元夫を間近に見て嫌になるほど学びましたから。お金の心配をすることなく、心豊かに生きる。ぜひ、そんな毎日を送りたいと考えています。